こんにちは。埼玉の片隅から釣り人の片隅さんです。今回の動画ではおっぺ川山吹橋上流での釣りの様子、このチャンネルでは過去3回4回訪れていますね。それをまとめまして、ご紹介します。この場所はですね、このチャンネルで2021年の秋、2022年の初夏、釣りに行ってるんですよ。で、その後ですね、2022年の秋シーズンに、埼玉県西部でかなりの大雨の被害があったんですね。で、川どうなったかなと思って行ってみたら、手前側、自分が今釣りをしている側ですね、こちら側が、網ですね、網のような大きな袋、網の袋に石が入っているというような感じの護岸になってるんですね。それがめくれ上がっちゃって、もう相当大水が出たんでしょうね。で、川を見ると魚がもう全然見えない。この時釣りをした時はもう結構深いんですけど、とても水が澄んでいて川底まで見えるんですよ。魚が泳いでるのがずいぶん見えたんですけどね、その大水の後に、しばらくしてから行ったらもう魚が全然見えない。釣りをしても釣りにならない。当然釣り人さんも全然見かけなかった。そういうような状況になってましたね。で、翌年2023年初夏、またどうなったかな、魚戻ってるかなと思って行ってみたんですけど、やっぱり状況は変わらずで、2023年はですね、自分が知る限り3人ぐらい釣り系 YouTuber の方がですね、この周辺というかここへ釣りへ行かれてる動画を見ましてね、やっぱり釣れてないんですよ。魚がね、どっか行ってしまった、流されてしまったという感じで、今どうなってるのかなと。で、自分は今釣りへ行けてないんで、ちょっと体調を崩して病気になってしまったので、釣りへ行けない状態なので今年確認できてなかったんですけれども、先頃ここで釣りをしている動画を、YouTube で公開されている方がいらっしゃいまして、釣れてました。魚が戻ってました。とても嬉しいことですね。この山吹大橋の上流、この辺りというのは、遊歩道があって、広場になっていて、お散歩の方もいらっしゃる。で、一番最初に調べた時にネットで往年の好釣り場みたいな感じでね、書かれてたんですよ。2021年の秋ですね。どんな感じなんだろうというので一度視察に行きまして、そしたら往年のどころか釣り人さんが結構いらっしゃったんですよ。この辺り、6、7組、家族で見えてる方もいれば、友達同士またはカップルで釣りをされてる方もいらっしゃいまして、やっぱり人気がある場所だったんだなという場所なんだなと、思いましたね。それで釣り人さんが多い場所っていうのはやっぱり釣れる場所なんですよね。で、後日じゃあ釣り行ってみようっていうんでね、この時もう一回行って実際に釣りをしたと。で、ちょうど自分が今使ってるのは 3.6 メートルの竿なんですけど、使い頃でもう本当この竿でここで釣るにはぴったりって感じだったんですね。で、この日は釣り人さんはいなかったんですけど、よく釣れました。どんどん釣れてきましてね、
それでウグイとかアブラハヤが結構釣れた。さっきも喋ってる間にちょっと大きめのウグイが釣れたりして、で当時使ってたのがこのポリカン浮きですね。ポリカン浮きは子供の頃も使ってて、なんかこう軸トップがあって見やすい、それとやはり形状がですねちょっとコミカルというか面白いで、使ってる方があまりいらっしゃらないっていうこともあって、昔は好んで使ってたんですけどね、この水面下をウグイが走る、横走りするようなその銀色の魚影がですね、もう最高ですね。釣れたのは結構いい方のウグイ、腹のあたりがまだ赤い赤腹なんていう異名を持つぐらいで、いい時はもっと真っ赤になりますよね。でこういう大きいウグイ混じりでアブラハヤとカワムツが釣れた秋の日でしたね。でこの山吹大橋の上流側というのは、往年の交釣り場なんていうふうに、先ほど言いましたけども、及川、関東でいうところの山辺がたくさん釣れるんだと、そんなふうに言われてたんですけど、行ってみたらこの時は及川は一匹も釣れなかったんですね。でまた後日行ってみようということで、また来ましたっていうのがこの辺の動画ですね。少し秋が深まってます。相変わらず川底まで水が澄んでいてよく見える。それで気温が下がって水温が下がっているせいか、こういった日向の浅いところですね、魚が泳いでいるのがよく見えました。この辺はやっぱり日が当たってあったかいんでしょうね。ざっと釣り場を見てお散歩の方がいます。遊歩道があって広場があると。で今の手前側に駐車場、車を止められるスペースがあり、なおかつ公衆便所も公衆トイレもあるという、本当に釣りをするのにいい場所です。こういう自然の中というか、こういう場所で釣りをしているというのはとても心が穏やかになる、ゆったりとした、気持ちになれる、そういう感じですね。でここで使ってるのは唐辛子浮きなんですね。前回ここで釣りをしたポリカン浮きがどこか他で釣りをした時に壊れてしまったんですよ。でポリカン浮きってヘラ浮きみたいにゴム管に刺すところと浮き本体の間にこう紐というかね、そういう感じでつながってるんですけど、それが取れちゃったんですよね。で修繕して使おうかなと思いながら修繕してなくて、唐辛子浮きを登場させて、でそれ以降ずっと唐辛子浮き使ってますね。今病気で釣りに行けないんですけど、その行けなくなる直前の2回ぐらいまたポリカン浮きを再起用、新しく買ったやつなんですけど使い出してましたけどね。唐辛子浮きも子供の頃も使ってたし、見やすいし、自分としては当たりも取りやすいし、慣れてますね。ゆっくりと川が流れています。でこの対岸側の護岸のブロックというかね、その隙間のあたりを通過するときに結構釣れることが多くて、身構えながら当たりがあるのを待っているっていうような感じですね。と喋ってる間に釣れました。これは何でしょうか。
ウグイですね。ウグイが釣れてます。銀色でキラキラ光ってとても綺麗ですね。ですがなかなかお目当ての追い川が釣れないという。また釣れました。さあどうでしょう。カワムツかな。カワムツっぽいですね。カワムツですね。またこの隙間のあたりを通過するときに当たりがあってかかりました。釣れました。これはアブラハヤかな。アブラハヤですね。まずまずのサイズ。ちなみに2021年冬にも一度釣りに行ってるんですよ。その時は何も釣れなかったんですけど、少年が釣りに来ていましてね、隙間、今の対岸側のブロックとブロックの間を狙って浮きを仕掛けを投入して、そこ狙いで釣りをしてましたね。でも彼も残念ながらその日は釣ることができませんでした。さあ釣れました。なかなかお目当ての追い川が釣れないんですけど、さあどうでしょうか。魚を見て確認してますね。あ、釣れましたね。これが追い川ですね。山辺。一応ね、山辺の好釣り場みたいに昔は言われてたらしいんですよね。まあ昔といっても大昔ではないですね。とにかく関東地方の追い川や川むつというのは、もともと関西琵琶湖方面の鮎をですねこちらへ持ってきて放流する、その時に混ざって広がっていたと言われてますね。もともとはだからこっちにはいない魚だったんですよね。国内移入種みたいなことですね。だから本来はこういう川だったらアブラハヤやウグイが生息している、それが本来の姿と言ってもいいかもしれませんが、まあ環境は時代によって変わりますからね。川底の話なども以前しましたけれども、まあそう土砂が堆積して沈み石現象なんてなるとなかなか産卵の場所がなかったりしてね。でこれ開けて翌年2022年初夏の頃ですね。でちょっと餌の話をしますね。今餌を混ぜてました。自分は当時練り餌何種類か混ぜて、それをあのようないわゆるジップロックというかジッパー付きのビニール袋に入れて保存してましたね。それでボウルに入れて混ぜるときは木の枝とか使って混ぜてました。で最近といっても今病気で釣りにはしばらく行けてませんけど、直近の何回かというか、最後の方はですねノズリグルテンダントツとか激グルニンニクとか小袋に入ってんですよね。それをよく使ってましたね。やっぱり一回一回その小さい袋で開けて出して保存が楽ですからね。まあそれを使うようになってましたね。で混ぜてるボウルなんですけど、多分カインズホームかなんかで昔買ったやつなんですよね。でいろんな方の動画見てると同じようなボールを使われてる方がとても多いことに驚きました。そんなにポピュラーなものだったのかという感じですね。また釣れましたね。これは追い川ですね。前年の秋2回目行った時1匹釣れましたけど、今回は追い川がすぐにさっと釣れましたね。ただこの初夏の頃まだこれからシーズンという感じであまり数は出ませんでしたけれども、楽しい釣りになりました。でまあこの年の秋
大水が出まして環境が変わってしまったと。でもまた魚が戻ってきたようで、これからですね、このシーズン、来年以降もですけど、釣りが楽しめる場所がまた一つ戻ってきたという感じで、自分もまた釣りに行けることを楽しみにしています。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、いいね、どうぞよろしくお願いします。